の名前どうやって読むのかな。トレジャー3、トレジャー3、それともトレジャー2、3つとも OK、 どれでも OK、 トレジャー G さん。毎度トレジャー G さんです。ダンサーで詩人やってます。普段は百姓さんです。かつては京都の最も禅寺の中で戒律が厳しいと言われている南禅寺で寺男やってました。前回の続きと申しますか、今日はポジティブ言葉で現実を変える、乗るポジティブ言葉を作るコツ。本日のトレジャーだよ。いよいよポジティブ言葉の作り方、現実を変える言葉の作り方、ヒントをね、今日から何日かヒントをね出していこうと思います。昔ながらのこの国の伝統ではどんな風に皆様そのポジティブワード、この国の言葉で言うと誠とか祝詞とか、その一言で言って誠祝詞とか、どんな風にこう作っていたのかな伝統的にはっていう、そんなお話をできたらなと思います。わしのねばあちゃんは、いつもわしのばあちゃんばっかり出てきます。わしのばあちゃんはね、思い描いてできるって思いせいすりゃできるでねってよく言ってた。思い描いてできるって思いせいすりゃできるでね。さあね、できるって思えるかどうかなんだよね。わしも小さい頃にこの子はね、もう20歳になるまで生きられねえって烙印をお医者さんから押された超虚弱児、超虚弱児だったんで、自分が20歳過ぎた後生きている姿って思い描くことができなかったんですね。だからばあちゃんができるって思いせすりゃできるでねって言ったってね。私もずっとお家に父親がいなかったりして、ばあちゃんに育てられたばあちゃん子なんです。だからばあちゃんに何度も言われたこと、もうご飯食べてる時だとか寝る前とかに何度でも言われたこと、わしがこう肩揉んでる時とかにね、ばあちゃんのね肩トントン叩いてる時にもだんだんこうリズミカルに無意識状態になってくる時にね、ふいってばあちゃんが一言声をかけてくれる。おめえはもともと頭がいいで大丈夫だわとかね、生まれつきね。おめえも友達に恵まれて幸せだなとか、こうサブリミで入れられちゃうわけですよ、いろんな言葉をね。そのばあちゃんのサブリミワードっていうのは本当ずーっと残ってる。なんかわしの世界観というか自分観の基礎みたいなことをばあちゃんがそうやってひょいひょいって作ってくれただね。おかげさまで20歳を過ぎてからもますます元気ね。いつの間にかあっちこっちで踊りまくるダンサーになっちゃったね。いろんな国で踊りました。今日のポイントは、それぞれまとまっていないような3つのことながら、ポイント3つお話しします。1つはですね、フレーズを決める、固定フレーズを作るってこと。2つ目は訓従、同じ言葉を何度も繰り返して香りを炊き込めるようにこう習いにしてしまう。訓従って言います。ここに文字出てますね、訓従で。3つ目は、語尾が大事。このポジティブフレーズは語尾っていうかこう文の終わりが大事だよ。これ、今日の3つのポイントです。じゃあ行きましょう。参りましょう。1つ目のポイントですね。まず決まったフレーズを決めちゃうんですね。これわしらとね、みんな固定観念を抱いて生きてるんですね。もちろん固定観念を抱いて暮らしてますよ。それは自分とは何か、世界とは何かっていうことについてのね、思い込みです。思い込んでいない人ってのはいない。言葉を用いて何とかは何とかだ、 A は B だ、こういう論理っていうのを使える人ってのは、言葉で論理的に喋れる人、私幸せとかあの人怖いとか、みんな思い込んでんです、何かをね。川は山じゃない、赤は白じゃない、区別して思い込んでるの。禅の世界とかそういう垣根をもう全部取っ払っちゃうんですけどね。赤が白だったり山が川だったり
山の中に川があったり、川の中に砂州で山があったり、もうその禅の世界っていうのは言葉の垣根ってもう全部パーンと取っ払ってしまって、もう何が何だかカオス、あっぱれカオスって言って、その都度いきなりこう暮らしの中で言葉の仕切りっていうのを組み替えていくようなことをしてるんだよね。だから囚われないっていうか、ずっとその禅の修行をしてきた人というのか、あんまり囚われない、全てが仮だから、仮にこう定義してるだけだから。そしてね、そんな禅のお坊さんもやっぱりこういうことはいいことだとか、こういうことは悪いことだっていう思い込みね、あるんです。みんな思い込んで、自分のその時その場、限りかもしれない時にはね、言われるままとか、その時その場も含めて、自分とは何か、世界とは何かっていう思い込みに従って暮らしてるんです。だったらその思い込み自体をリフレッシュして、リニューアルして、もっともっと楽しく、嬉しく、面白おかしく、心地よい思い込みに変えてしまったらどうか。どうやったら思い込みを変えられるのかっていうと、思い込みっていうのはね、習慣なんですね。わしら例えば小さい頃ね、どうせ自分は嫌われるんだ、ほらこっちのこと見て笑ってる、やっぱり自分は笑われるんだって思い込んだ人ってのは、人がこっち見て笑うたびに、ほらやっぱり笑ってる、自分はバカにされるんだ、これどんどん上塗り保存していくんですね。上塗りに上塗りを重ねて、自分の世界観、自分観っていうのをますます補強して暮らしていく習慣になってるんです。ある考え方、完全にこれ上塗りされて、コテコテに上塗りされて思い込むんですね、何かを。じゃあね、塗り直せばいいじゃないって。まずそれ、コテコテに塗られてるものをまず塗る。その上にさらに塗る。赤いペンキ塗る。ね、今まで真っ黒だったところに虹色のペンキを塗るとする。さらに虹色のペンキを塗る。さらに虹色のペンキ。毎日繰り返しているうちにペンキが塗り重なっていって、いつの間にか全部が厚みのある虹色、レインボーカラーになってるんですよ。これを、訓従っていうね、ポイント2つ目です。で、訓従するにはやっぱりフレーズを決めた方がいい。こう思い込もうって決めた通りにね、フレーズを決めるの。例えば幸せって言葉を使うんだったら、こんなに幸せ、嬉しいな、日ごと幸せになっている、日ごと幸せな、素晴らしい、出会いにこんなに恵まれて、みんなありがとうみたいな、こういうフレーズを、究極のフレーズを、自分のもう一つの名前、長い秘密の名前、秘密ですよこれ、他の人には。この長い秘密の名前を生み出して、固定観念として固定しちゃうんです。これからはこの固定観念で生きていくことにしよう。だってね、みんなクソ野郎って思って暮らしているのと、みんなありがとうって思って暮らしているのではね、その人の人相1年後に全然違いますよ。つい何かしてもらった時にね、アンチコメントとかディスられたりとかもらった時に、なんで分かってねえやつが影から覗き見しながら勝手に好き勝手なこと言って人ディスってんじゃねえよみたいにならないで、みんなありがとうな人はどういう気持ちになるかっていうと、そういう見方もあるんだ、ますますこの世の中について知ることができた、私もレインボーサービスを向上させていきますので、サービス向上の助けとして感謝いたします、そういうふうになるわけですね。世界観、自分観、固定観念によって生き方、物の見え方、全てが変わってくる。だから究極のフレーズをまず自分にフィットした、こう言っていればきっと自分はそういうふうに思うようになる、こういうふうに世界を見ていたい、こういうふうに感じていたい、こういう情報が入ってきてほしい、そういうフレーズを決めるんです。で、決めたフレーズをずっと繰り返していると、誠のっているフレーズって言いますね、昔の言葉で。誠のっているフレーズの通りの情報が入ってきて、そして遺伝子が変化してその能力が湧いてくる。そしてその人の誠のってることって実は脳波で周りの人たちにバレバレなのね。ちょっとした目つき、ちょっとした仕草、声の感じ。そんなで実はその人が腹の底で何を思ってるかっていうのはね、バレバレなわけ。実は見た目にバレバレなの。それを他の人はね、言葉にできないっていうだけで、実は分かってんの。バレてんの、周りに。あなたの思い込み、あなたの信念、他の人に対してあなたがどう思ってるか、あなたの世界観、自分観、全部バレバレにバレてます。ってことは、他の人たちは、この人はこう感じてるんだなって感じるわけ。ね。だったら、
10倍20倍人付き合いをするほどに、あ、この人はこういう人なんだって周りから思われるわけですよ。あなたに対するイメージがいろんな人からこう集まってくる。あなたがね、思い込んだ通りのイメージが、心が見えるんです。やっぱ人は目を見れば、声を聞けば、仕草を見れば。だからね、まず周りの人と付き合うにあたっても、思い込みをまず周りの人にバレバレで、そして周りの人に楽しんでいただける思い込みにリニューアルリフレッシュした方がいい。だから暗い辛い自分観世界観を持ってる人っていうのは人付き合いを嫌がるんです。人が怖いんですね。自分がいつもこっそり誰かに文句を言ってるから、だから人から文句を言われるのが怖かったりするんでしょね。バレちゃうの。思い込みってバレバレなの。もう一度言うよ。今の最後のこと3つ言うからね。頭の中で決まったフレーズ、固定観念がある。時には自覚してないフレーズかもしれない。あんまり自覚してないままの固定観念かもしれない。その固定観念に従って情報って入ってくる。自分ってこんなにかっちょいいって思ってる人はほら笑った。ほら笑ってる。やっぱり俺ってかっこいい。ほらあの子はニコッとした。かっこいいんだよな、モテるよなって、そういう具合に思うわけですね。その人がまことのった通り、言葉で言って繰り返し言い続けて固定観念になった通りの情報が入ってくる。これを昔の言葉ではまことのった通りっていうんですね。そしてまことのった通りね、ポジティブワードで繰り返した通りの能力が遺伝子スイッチオンになって湧いてくるんです。能力が、命から能力が湧いてくる。そして3つ目、対人関係でね、まことのった通りのイメージ、ポジティブ言葉繰り返した通りのイメージで周りの人から見られるようになるんです。大事だよね。フレーズ決めて繰り返すのって。繰り返す、訓従する。これまた続きは明日ということでお楽しみに。ポイント2、訓従。これ明日お話しします。